形したパンが美味しかったです。白干しパンをぜひ食べてほしいです。とっても美味しいです。先日までやります。もう抜けないといけなくなっちゃうんで、どうしようかっていうのは。抜けないといけなくなるっていうのは。お医者様、2ヶ月ぐらい。そうなんです。その間、どうするんですか？どうしましょう。どうしようかなって考えなよっていう。もう今もですけど、ちょっと時短営業して休むのは絶対したくなくて。小学校からなりたくてパン屋さんに。なんかすごい厳しい世界への憧れがなんかすごくて、パン屋さんになりたかったんですよ。顔を残す人がすごいかっこいいなと思ってて、早く働きたくて、その社会のこれはカンパーニュですね。うちのメインになる。まあ。旦那さんはもともと何されてたんですか？私もともとホンダに勤めてて、ずっとエンジンとか作ってました。スーパーホワイトの全然違う。スーパーホワイトが企業家だ。まだいなかったんですけど、子供とかいたら、なんかその、働いてる時間がパン屋と全然違うから、あ、これ、家族とほぼほぼ一緒に入れないなと思って、それなら、パン屋一緒にやった方がいいかなと思って。若かったんですよ、私、オープンする時が26歳の時にオープンしてて、29ぐらいで出会ったの。10年間ぐらいパン屋さんやってるから、一応こっちの方が先輩なのに、いや、俺は違うと思って、入ってそこなんかもう大変です。これ何ですか？これはカレーパンです。中にレンコンが入ってて、レンコンが結構シャキシャキしてて、これは3種類のハーブを練り込んだ生地で、これで作るサンドイッチが人気ナンバー2。楽しいっすね。
なんか、奥深いし、毎日変化するから、楽しいっすよ。なんかめちゃくちゃ楽しいって思うわけじゃないんですけど、なんかこう、なんだろう、そうに合ってるんですよね。なんかここから人が増えていくと、もうぶつかり事故ができたり。あ、いいね。みんな、パンを作りたいと思ってるんですよ。で、本当は、販売だけ出したいっていう人もいれば、いろんな子がいるし、めちゃめちゃ厳しくすることが、やっぱお客さんのためにもなるし、その子たちのためにもなるみたいな考え方だったんですけど、優先順位を変えたって感じですかね。みんなが、のびのびやってた方が、絶対いいものできるなっていうのと、これフランスオーバーナイトです。これも1日4回とか焼きます。が開店と同時にはほぼ揃えたので、9割ぐらいは絶対に揃えたいんですよ。来て、うわ、あんまないね、みたいな顔されて、なんかもう心が痛すぎて、耐えられないよ。耐えられない。やっぱりちょっとブレちゃうから、もうずっと科目に黙々とやってたんですよ。体力もなくなるから、みんなとの会話とかも最小限してたんですけど、そうなると店が破綻しちゃって、なんか私は、パンを作るのと、店を作るのと、バランス考えないといけないんだなっていうのがすごい分かって、なんか人に求めるというよりは、みんなで作ってる感じ。
気づけついて、テカリが出て、美味しい。これもカンパーニャの生地の練り込みです。何種類か 4種類作ってる。シンプルなパンに練り込む方が具材が引き立って美味しいですよ。店にパンがない状態が嫌すぎてすぐ常に焼きたてを出したいので、設計をとにかくシンプルにしてて、一番最初に回したベルリーナのパン、今から構える。これ粉チーズ。これトリュフバター塩パンです。生地が美味しいと自分で言うのもなんだけど、何合わせても美味しい。なんでしょう、これはタンドリーのグリーングリル。変わった形ですね。チキンの形。みんな最初何の形ですか？
やってたんですけど、一日成功無理なんで、やっと本当は機械欲しいけど。300とかうん。このくらいで。これは食パンな生地です。甘酒ともち小麦が入ってて、で全然量がもう変わって、私が最初シャキでやってた時から、どうだろう、7、8倍ぐらいなんか全然かな。すごいガチガチだったな。お客さんはそんなこと求めてないのに、自分だけ必死にこうあるべきだって、これが正しいんだみたいなのをずっと思いちゃってたのが、やっぱり良くなってきたんだね。はい。ピークナイフ使い分けてるんですか？そうです。こっちだと、切りって引っかかっちゃうんですよ。
枝豆コーンです。今日母が休みなあんまり上手じゃないかな。試行錯誤を繰り返し。ゆっくり時間かけて、その、旨味を引き出してて、焼けば焼くほど美味しいということに気づいて。どんどん焼くんで長く発酵を取るっていうのがなかなか難しい。そのためにその種を使ってしっかり酵素を働かせて、粉もちょっと酵素化性のいいような粉を選んで、ゆっくりじっくり一晩寝かせた生地を焼けば焼くほど旨味がすごい出て、キビキに色つきます。
うございます。ごめんなさいよ。いらっしゃい。よし。工藤、お願いします。道の駅みたいなところですよね。近くになんか三々を聞くところがあるんですよ。そこに通学行って、動く感じですね。朝一に丸めてた雑穀食パン。に置いてる作業ができる。お客さんにすごい恵まれてるパン屋さん、あとスタッフさん、もういい人しか入ってこないなっていうのがあって、私自身の力ってそんなに
ないなと思ってはいるんですけど、まあ、だからこそ余計に頑張んないとなっていう、皆さんのために恩返しのつもりで、まあ、最初はですね、その地域と、まあ、両親と修行先の先輩オーナーさんとの恩返しのつもりでしてきたんですけど、今はやっぱりスタッフさんお客さんのために終わらない恩返しのもう修行をしてるっていう感じです。もっともっと美味しいパンを作って恩返ししていきたいなっていう。1ヶ月後に復帰して、出産の前日までやる。前日までやります。いや、もうできないかもしれないです。年で。わかんないけど。でも、やっぱり、そこの、ね、責任感というか、やっぱやるって決めるんだったら、ギリギリまで。いや、でもできない人もいるし、何があるかわからないんで、ただ何があってもいいような状態だけにはしてですね。まあ一番はでも、夫の支えが一番だから頭上がらないんですけど。なんかそこに星の形したパンが美味しかったです。白干しパンをぜひ食べてほしいです。とっても美味しいです。ちなみに今日はどんなの買うの？今日は、子供が大好きなパンをたくさん買いました。でもこれ多分1日でなくなると思います。